痩せない人の9割が知らないタンパク質の真実。痩せたいのに痩せられない。その原因を最新研究が教えてくれました。2025年、肥満治療薬 GLP-1 系イコールオゼンピックなどを使って急激に体重が落ちた人たち。痩せたけれど筋肉までがぐっと減ってしまった人が多いという報告が出ています。この問題、もしかするとあなたにも当てはまるかもしれません。でも安心してください。最新研究では筋肉を減らさず脂肪だけ落とすには正しい量のタンパク質プラス筋トレが絶対条件と明言されました。タンパク質って筋肉の材料というだけじゃない。痩せやすさのスイッチを入れ、肌、髪、ホルモン、やる気までもサポート。なのに今のあなたは食べる量は減ってる。でも中身は間違ってる。間違ったダイエットを続けていると痩せないどころかリバウンド、老化、メンタル不調と負の連鎖まっしぐら。最新科学が示す答えは食べて痩せる正しいタンパク質習慣。この動画で紹介する3つのルールを知ればあなたの痩せ癖は今日から本物になります。それではリバウンドしない最強の痩せ体を作る旅始めましょう。痩せたければ食べなきゃいけない理由。食べなければ痩せる。そう信じてご飯を減らしおかずを控え空腹に耐えながら頑張ってきた人がいるかもしれません。でもなぜか痩せない。あるいは一度は体重が減ってもすぐにリバウンドしてしまう。その原因は体脂肪だけでなく筋肉まで削れてしまっているからです。筋肉はただの見た目の問題ではありません。心臓を動かし血液を流し体温を保ち何もしていなくてもエネルギーを燃やし続ける、まさに代謝のエンジンです。このエンジンが減ると体は一気に省エネモードに入り少しの食事でも太りやすくなってしまいます。さらに近年の研究では筋肉量の低下が免疫力の低下とも深く関係していることが明らかになっています。つまり食べなければ痩せるは痩せ細った体を作るだけ。代謝が落ち体は弱りむしろ太りやすく不調の連鎖を引き起こすのです。だからこそ必要なのが食べて痩せるという発想への転換。その中心にあるのがタンパク質です。筋肉はもちろん内臓、肌、髪、ホルモンに至るまで全ての土台を作っているのがタンパク質。それが不足すれば体はボロボロになっていきます。特にダイエット中は筋肉が落ちやすい状態。だからこそ意識的にタンパク質をとって筋肉を守らなければならないのです。食べるイコール太るではありません。正しく食べることが健康的に痩せて美しく変わるための唯一の方法なのです。体脂肪を減らしても筋肉が減るとリバウンドする。ダイエットで本当に見るべきなのは体重ではなく中身です。どれだけ数字が減ってもその正体が筋肉だったとしたらそれは危険なサインです。私たちの体は筋肉があるだけでエネルギーを燃やしてくれます。じっとしていても眠っていても筋肉が多い人ほど代謝が高く勝手にカロリーを消費してくれる。これが基礎代謝です。ダイエット成功の鍵はこの基礎代謝をいかに守りながら体脂肪だけを落とすか。それができなければ見かけの体重が減ってもすぐにリバウンドしてしまいます。問題は食事制限だけで痩せようとした時真っ先に削られるのが筋肉なのです。特にタンパク質が不足した状態では体は筋肉をエネルギー源として分解し始めます。すると代謝はガクンと落ち燃えにくい省エネ体質に切り替わってしまう。その結果少し食べただけで太りやすくなりリバウンドが始まる。そして以前よりも脂肪がつきやすく痩せにくい体へと変わっていくのです。実際2025年の最新研究では GLP-1 系の肥満治療薬を使って急激に痩せた人の多くが筋肉まで大量に減らしていたことが明らかになっています。体重が落ちたように見えてもそれが筋肉ロスだったとしたら代謝は下がり体脂肪率はむしろ上がっている。見た目は変わらず健康リスクだけが静かに膨らんでいく。だからこそ必要なのは筋肉を守りながら痩せる戦略です。そのために不可欠なのが十分なタンパク質。筋肉を維持しながら脂肪を落とすことで基礎代謝を保ちリバウンドしにくい体を作ることができるのです。数字ではなく質を変える。見た目だけでなく内側から変える。それこそが本当に賢く持続可能なダイエットなのです。食べ方で変わる痩せる人と痩せない人の分かれ道。同じものを食べているのになぜか太る人となぜか痩せる人がいる。実はその差を決めるのは何を食べたかよりもどう食べたかかもしれません。まず大切なのは1回の食事でどれだけタンパク質を摂っているか。筋肉を合成するには血液中のアミノ酸濃度をぐっと上げる必要があります。そのためには毎食20から 30g のタンパク質をしっかり摂ることが重要です。例えば朝にトーストだけ、昼にうどんだけ、
夜にようやくお肉。こんな食生活では1日のタンパク質量は足りないし、筋肉合成のスイッチも入りません。逆に毎食でしっかりタンパク質を摂れば筋肉は守られ、代謝も保たれるのです。またタンパク質の質も見逃せません。質の良いタンパク質とは9種類の必須アミノ酸をバランスよく含んだもの。これを評価する指標がアミノ酸スコアです。スコア100の代表例は卵、鶏胸肉、魚、牛乳など、これらは体内で効率よく使われ、筋肉や肌の材料としてしっかり働きます。さらに動物性と植物性のバランスも大切。大豆や豆腐、そばなどの植物性タンパク質は脂肪が少なく腹持ちが良いというメリットがあります。理想は動物性と植物性を1対1で組み合わせること。それにより体にも財布にも優しい食事が実現できます。痩せる人は食べるものではなく食べ方にこだわっています。なんとなく食べているうちはなんとなくしか変わりません。口に入れる一口を未来の自分を作る材料だと思えるかどうか、そこに痩せる人と痩せない人の大きな分かれ道があるのです。糖質制限の落とし穴と隠れタンパク質不足。糖質さえ減らせば痩せる、そう信じて白ご飯やパンを抜いている人が今も多くいます。でもその先に待っているのはスリムな体ではなく燃えにくい体かもしれません。糖質制限で一時的に体重が落ちるのは体の中の水分と筋肉が減るからです。糖質は水とセットで体に蓄えられているので、炭水化物を減らすと水も抜けて一気に体重が軽くなったように見えます。しかしそれは脂肪が減ったわけではないので、見た目があまり変わらないという現象が起こります。さらに問題なのは、糖質を制限するとエネルギー源が足りなくなり筋肉が分解されやすくなること。エネルギー不足の状態では体は筋肉を削ってでも生命を維持しようとします。これに拍車をかけるのが隠れタンパク質不足です。実は多くの人が思っている以上にタンパク質を摂れていません。例えば糖質制限中にサラダとささみだけという食事を続けていれば、一見ヘルシーでも栄養が足りていない可能性が高いのです。特に女性は1日に必要な量の半分以下しか摂れていないケースも少なくありません。2025年の栄養学では糖質は適量、タンパク質は十分にが新常識です。糖質は脳と体の大事なエネルギーで、極端に制限すると集中力が落ちたりイライラしやすくなったりします。だからこそ白ご飯を悪者にするよりも1食に1回ちゃんと質のいい主食とタンパク質をセットで食べる。これが代謝を守りリバウンドを防ぐ鍵になるのです。制限よりバランス、我慢ではなく戦略で食べる。それが痩せたい人が陥らないための正しい知識です。美容、メンタル、老化予防にも効くタンパク質の力。タンパク質といえば筋肉の材料、そう思っている人が多いかもしれません。でも実はタンパク質の力はそれだけにとどまりません。あなたの美しさも若さも心の安定さえも全てこの栄養素に支えられているのです。まず美容の面から見てみましょう。肌の張りやツヤに欠かせないコラーゲンも実はタンパク質。さらに髪の毛の脂成分ケラチンも爪を作る材料も全てタンパク質でできています。つまりどんなに高い化粧品を使っても体の中に材料が足りていなければ美しさは作れないのです。次にメンタルへの影響です。心の安定に関わるセロトニンやドーパミンといった脳内ホルモンも原材料はアミノ酸、つまりタンパク質から作られます。これが不足すると気分が落ち込みやすくなったりストレスに弱くなったりするのです。そして老化予防の話。老化とは細胞の劣化。新しい細胞が生まれ変わるためには材料が必要です。その主役もやはりタンパク質。年齢とともに筋肉量が減り骨が脆くなるのも大抵はタンパク質の摂取不足が原因です。特に40代以降になると自然と体はタンパク質を吸収しにくくなります。だからこそ意識的に食べることが大切になります。しかもこれはダイエット中こそ重要。脂肪を減らすために食事を減らすとタンパク質まで不足しがちになり、美容もメンタルも老化も一気に進んでしまうのです。綺麗になりたいならまずは体の土台を整えること、その最優先がタンパク質なのです。食べることは美容液を塗るよりもずっと強力な内側からのケア、それが食事で未来を変えるということなのです。1日3回のタンパク質タイミングが痩せ体質を作る。ただたくさん食べればいい。それがタンパク質の正しい取り方ではありません。本当に痩せ体質を作りたいなら大事なのはタイミング。1日3回、いつどのくらい取るかで体の反応は大きく変わります。まず朝です。多くの人が最もタンパク質をサボってしまう時間帯。けれどここが一番重要。なぜなら
睡眠中に体は修復と成長のためにエネルギーを使い切っており、朝は飢餓状態だからです。ここでタンパク質が入ってこないと筋肉を分解してエネルギーに変えてしまう。つまり朝タンパク質を抜くと自ら筋肉を削ってしまうんです。次に昼、この時間帯は活動量が多くなるタイミング。動く準備としてタンパク質を入れると代謝が上がり、カロリーを消費しやすくなります。加えて食後の血糖値も安定しやすくなるため、午後にドカ食いしにくくなるというメリットもあるのです。最後に夜に食べると太る、そんなイメージを持っていませんか？でも正しくタンパク質を摂るなら逆に代謝アップにつながります。寝ている間にも筋肉は修復され、脂肪は燃え続けます。その材料になるのが夜のタンパク質。特に魚や鶏肉、納豆、豆腐など脂肪の少ない質の良いタンパク質を選ぶと胃腸にも優しく、翌朝の体の軽さが変わってきます。つまり痩せたいなら朝昼晩でどう食べるかが勝負。タンパク質はただ摂るだけでなく、摂るタイミングが鍵を握るのです。1日3回、体が喜ぶ時間にしっかり必要な分を届ける。それだけであなたの代謝は確実に目を覚まし、痩せやすい体へと動き出します。痩せたいならタンパク質ファーストで食べ始めよう。食事の順番を気にしたことはありますか？実は何から食べるかで太りやすさも痩せやすさも大きく変わってきます。そして今多くの専門家が口を揃えているのがタンパク質ファースト。つまり最初にタンパク質を口にすることが痩せ体質の第一歩だというのです。その理由は血糖値。人は炭水化物を先に食べると血糖値が急上昇し、それに伴ってインスリンというホルモンがたくさん出ます。インスリンには脂肪を溜め込む働きがあるため、これが繰り返されるとどんどん太りやすくなってしまう。でも先にタンパク質を取っておくと血糖値の急上昇を防ぎ、インスリンの分泌も緩やかになります。つまり脂肪がつきにくくなるのです。さらにタンパク質は満腹中枢を刺激してくれる。食べ始めに肉や魚、卵や豆腐などのタンパク質を入れておくと自然と食べ過ぎを防ぎやすくなるのです。結果として総カロリーも減らせるし、栄養のバランスも整います。もう一つのメリットは集中力や気分の安定。タンパク質は脳内の神経伝達物質の材料になるため、特に朝にタンパク質から食べると一日をシャキッと始められるという研究もあります。ではどうすればいいのか？簡単です。外食ならまず味噌汁の豆腐、あるいは肉や魚から一口。自炊ならゆで卵やサラダチキンを一番先に。コンビニでもおにぎりではなくサラダチキンやプロテインバーを先に食べる。そんな小さな工夫でいいのです。痩せる人は何を食べるかよりどう食べるかにこだわっています。タンパク質ファースト。この小さな順番の意識があなたの体質を確実に変えていきます。おやつで差がつく。間食でタンパク質を補う習慣。おやつイコール太ると思っていませんか？でも実はおやつの取り方次第で痩せやすい体質を作ることができるのです。その鍵はまたしてもタンパク質。1日3食では必要なタンパク質を十分に補えない人が意外と多い。特に女性や高齢者、そして忙しい現代人は朝や昼が軽めになりがちで、タンパク質が足りていないことがよくあります。この不足分を補うベストタイミングが間食イコールおやつの時間なのです。例えば午後3時前後、この時間帯は血糖値が下がってきて甘いものが無性に欲しくなるタイミング。ここでチョコやスナック菓子を選ぶのか、それともゆで卵やチーズ、プロテインバーにするのかでその後の体重の動きが全く変わります。タンパク質を含むおやつを選ぶと血糖値が安定し、余計なドカ食いや夜の暴食を防ぐことができます。しかも筋肉の分解も抑えられるため代謝の低下も防げる。ただのおやつが代謝を守るサプリメントのような役割を果たすのです。さらに習慣化すれば脳も体も変わっていきます。甘いものイコール正義ではなく、間食イコール体を整える時間と意識を変える。このマインドチェンジが長期的に見て痩せ体質への近道になります。もちろん食べ過ぎには注意。あくまで補助的な感覚で100から150キロカロリー程度に抑えながら、タンパク質を5から10グラム程度取れるものが理想です。選ぶのはゆで卵、無糖のヨーグルト、チーズ、枝豆、豆乳、プロテインドリンクなどコンビニでも手軽に手に入るものばかりです。痩せる人はおやつさえも戦略的に食べています。ただ小腹を満たすのではなく、自分の体を未来に向けて整えていく時間にする。この意識が今日のあなたを明日のあなたへと変えていきます。人生が変わるタンパク質という選択。人生は無数の選択の積み重ねです。何を食べるか、何を選ぶか、何を信じるか、そしてその全てが今日のあなたの体を、心を
そして人生そのものを形作っているのです。この動画で伝えてきたのは、ただタンパク質を摂りましょうという話ではありません。それは自分を大切に扱うという生き方そのものの見直しです。カロリーを減らすことばかりにとらわれ、疲れやすく痩せにくく、心が不安定になる毎日、その悪循環から抜け出すには真逆の選択が必要です。つまり、しっかり食べてしっかり動き、自分の体を信じて育てるという選択。その中心にあるのがタンパク質です。筋肉、髪、肌、ホルモン、酵素、免疫、人間の生命を支えているものの多くがタンパク質からできています。それを軽視している限り、体も心もどこかで必ず止まり、崩れ、つまずく。けれどもし、今日から良質なタンパク質を意識して摂るようになれば、代謝は上がり、体脂肪は落ち、肌ツヤは変わり、気分は軽くなり、集中力すら戻ってきます。体はちゃんと答えてくれる。正しい選択に対しては静かにでも確実に変化をくれるのです。変わるには決意がいります。でも変えられるのはいつだって今日からです。未来は遠い場所にあるんじゃない。次の一食、次の一口、次のあなたの選択の中にある。食べないことで自分を削る時代はもう終わりです。これからは育てることで自分を満たし、磨き、輝かせていく時代。人生を削るのではなく、未来を育てていく。それが痩せて強く美しくしなやかな人たちが選び続けている生き方です。あなたはどんな選択をしますか？今日のその選択が半年後、1年後、まるで別人のような未来を連れてきます。さあ、自分を変えるタンパク質という選択を今ここから始めましょう。